皆様こんにちは。スイフトスポーツは本当に乗っていて楽しい車なんですが、ロードノイズ結構大きくないですか？もし車外マフラー、特にロッソモデルに変えてる方、マフラーの響くような子守音、結構あの音しんどくないですか？今回はロードノイズとマフラー子守音の対策をしていきます。今回オートバックスで買ってきたものがこちら、風切り音、ロードノイズを小さくしてくれるアイテムだそうです。正直ね、そんなもんで効果ないやろうと思ってたんですが、結論から言うとめちゃくちゃ効果ありました。なので今回は音の対策をしていきます。ハサミだけで誰でも簡単にできる作業なんでやってみましょう。純正のドアはなぜか上側だけゴムのモールがついているのに、下はむき出しになっています。そこに今回買ってきた風切り音対策のゴムのモールをはめ込んでいきます。パーツクリーナーできれいにしたら、あとはゴムをはめ込んでいくだけ。めっちゃ簡単です。下までゴムをはめたら、あとはハサミで切るだけです。反対側も同じ感じでゴムをはめ込んでいきます。ゴムをつけることで見た目は若干良くなるので、なかなかコスパのいい改造だと思います。ゴムモールだけやったら Amazon で898円なのでめっちゃ安い。次にね、トランクルームの対策をしていきます。まずは下準備で長すぎるんでちょっとカットします。トランクの幅に合わせて防音マットを切っていきます。切り抜いた布をさらに半分に切ったら、ちょうどスイスポのトランクルーム全体をカバーできるので切っていきます。切り抜いた布は一旦置いて次の工程に進みます。見てわかるように布を引き剥がしたら直で鉄板が出てくるので、そらスイフトスポーツのロードノイズうるさいわなと実感しますね。鉄板を叩いてみて音が響くところを探します。響くところが分かったら、音が響くところにこの銀色のテープを貼っていく。このテープが振動を吸収して騒音も小さくしてくれるらしい。テープを貼り終えたら、この白い吸音材を敷き詰めていきます。こんな感じで長すぎるところをハサミで切ったり、曲がってるところにフィットさせるため切れ込みを入れていきます。パンクキットを元に戻したら、初めに下準備した防音シートを敷いていきます。並べるだけなんでめっちゃ簡単です。買った防音シートでトランクの中を全部カバーできました。全然関係ないけど、僕が納車された時に FJ クラフトっていうところから買ったこのラゲッジマットめっちゃいいですね。ゴムでできているので汚れずに水弾くという機能性抜群のやつですね。最後にフロアマットの形に防音シートを切り抜いて完成です。ここもね、ひたすらハサミでカットしていくだけなんで誰でもできます。ペンで線引いて切るだけなんでめっちゃ簡単です。
リアシートも同じように線を描いてハサミで切っていくんですけど、ここで使ってる防音シートはトランクで使ったものと同じやつですね。これ1枚でリアも結構ええ感じに仕上がります。全部切り終わったら車に敷いていきます。フロアマット通りに切り取っていれば間違いなく綺麗にはまるので、綺麗に切ってくださいね。長めに防音シートを切ったことで椅子の下までカバーできているので、防音性能上がりそうですね。どうでした？めっちゃ静かになりましたよね。これ実際乗ってみると違いが一瞬でわかると思います。今回防音の施工をして一番良かったことが、ロッソモデロの頭痛の原因になるこもり音がだいぶ小さくなって、高回転で出てくる体から脳を震えさすようなベース効きすぎの音がだいぶマシになって、体感でしかないんですけど、車内の音がより綺麗になった気がします。ロードノイズもだいぶ小さくなったので、防音施工はおすすめですね。今回取り付けた防音グッズは全部買っても1万円以下なので、スイフトスポーツ純正のうるさいロードノイズ、車外マフラーのこもり音に悩まされてる方にはめっちゃおすすめの対策です。正直こんなマット引いたところで何の効果あるねんと思ってたんですけども、すごかったです。そろそろ梅雨も明けるので、ドライブ動画とか浜松観光動画とかいろいろと作っていこうと思っております。この動画が参考になったと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でありがとうございました。